Good evening, everybody. Welcome to the Daiwa Anglo-Japanese Foundation. My name is Jason James. We don't usually have events on a Friday night, and we mentioned the sake in the blurb for this one, so it could be a bit of a scrum. I heard we've got as many as 140 people here. Maybe, we'll see. So, anyway, let me first of all do my housekeeping announcements, and they are: don't use the lift if the fire alarm goes off. The lift is quite old, and so if the fire alarm does go off, you should go down to the ground floor and we should congregate on the park side of the street. Don't worry, it doesn't usually go off. And the other thing is, please don't leave any valuables in our cloakrooms downstairs, because nobody is watching them and there are a lot of people here. So this evening we're talking about Gobara Urushi, or Lacquerware, from Okayama Prefecture, and we have quite a delegation from Okayama Prefecture, and we also have a variety of lacquerware and other products of the prefecture on show on the floor below this, and we'll be going down there to look at them later. But the main focus is the lacquerware. So we're going to start by showing you a video about it, which I think takes 18 or so minutes, and then we'll have a short presentation by a master lacquerware producer, Kunimitsu Takatsuki. So let's start with the video. 僕がこう木を削ってたりすると当然匂いがあるんですけど、その木が発する匂いすら優しくて、それはまあ僕がこう感じる優しさなのかもしれないけど、人がこう悪臭とかいい匂いって思う中で圧倒的に優しい香りのような気がして。それはもう立ち姿っていうのかね、それもすんごい厳しい環境の中にこう立ってるんだけど、その立ち姿すら優しさを感じる。テーマっていうのは僕はいつも正直持ってないんですけど、その素材っていうか、その素材の持つ魅力とか本質っていうものをいかに出していくかっていう、そういう仕事をしたいなと思ってるんですけど、今回のは特に木そのものの魅力っていうのは何なのか、僕なりに考えたときに優しさであったりあったかみっていうところなんで、それをあえて消すような仕事っていうのを、例えばとんがらしてみたりとか、黒く染めてみたりっていう行為をすることに逆の方向に持ってってるんだけど、
そこからにじみ出てくる、その本質、木の本質の魅力、優しさとかあったかみっていうのがこうにじみ出てくればいいのかなと思って作りました。木ってやっぱり生きてるんですよね。1000年生きた木っていうのは切り倒されてからも1000年かけてまだずっと丈夫に、切り倒された後も丈夫にいて、でまた1000年経つとだんだんこう下がってくる。葉っぱを自分で落としたり、新芽を出したり、花を咲かせたりで、土の中では根を伸ばして栄養分とか水分を吸収してるわけなんですけど、強い風が吹いたり雪が降ったり、全然雨が降らなかったり、そういった環境の中でこうあれだけの体型木になるっていうのはどれだけの、経験とかしんどい思いっていうんですかね、そういったものを積み重ねてきたっていうか、それが年輪になって僕らはそれを生かさせてもらってるっていうのかな。削ってる時間が多いんで、非常に僕の感じなんですけど匂いがするんですね。でその匂いが、人にとっては悪臭に感じる人もいるかもしれないんですけど、僕にとっては何かそれが甘さに感じたり優しさに感じることがあって、甘いっていうとこう喜びに、喜び、楽しみみたいな感じに、捉えられるかもしれないんですけど、単純にそういうものでなくて、何か木が一生懸命生きてきた中での何か、厳しい環境の中で生きてきた、そういったものから出てくる甘みというか。何か、木の命をいただいているというか、何か木の大きさを感じているっていうのは仕事をしてていつも感じてますね。彼はやっぱりね、もともとその武道家だったっていうこともあるんですけれども、一本気なところがあるし、情に熱いし、今回彼が携わっているのはゴーバラ漆器の、復興に携わっているわけだけれども、そういうことにやっていた関係者の、少し年配の方々にもこう信頼されるゴーバラ漆器の展示会なんかで、彼と、彼の先輩、親方であったりが一緒にこう展示会場にいたりするんですけれども、その年配の、先輩たちがやっぱり高槻さんのことを、とてももうこう嬉しくニコニコしながら紹介している姿であったりとか、本当にこう自分の我が子のように、高槻さんのことを彼が頑張ってるんだよとか、彼がこう支えてくれてるんだということをすごく嬉しそうに、紹介をしているようなこう場面に出会うと、彼らの本当にこう親子ではないんだけれどもこう信頼関係であったりとかいうものがうまくこう築けているんだななんていうことを感じます。最初からでした。礼儀正しいような。やっぱりそれは空手かなんかから来とるんじゃないですかね。忙しい時にちょこっと邪魔をしても今だかって嫌な顔しそうとしたことがない。人間的に好かれるタイプというか嫌われるタイプじゃないです。やられるのを見たらちょっと
ちょっとでも材質のいいものを探そうかな気はします。空手を始めた理由は、単純に男として強くなりたかったっていうのが理由です。で実際強くなりたいというまで入ってやってみると案外技術的なこととかテクニックっていうようなものではなくて精神的な強さっていうんですかね、そういったものがすごい求められるっていうのは実際今感じて、練習始まる前、終わった後っていうのはもう必ず礼に始まり礼に終わるというような、具体的に練習の中では、実際に単純な突きとか、蹴りの練習もうそれの反復で、その基礎っていうのが、すごい大事なことで、その基礎ができてないといろんな応用力が身につかないということで、とにかくその基礎を反復練習したっていうのが実際空手の練習でした。間合いっていうのが空手にも当然あるんですけど、不思議なことで最初に工芸入ってすぐに教えていただいたことではなくて、入って数年した時に、ある時人間国宝の先生から間合いっていうものが、間っていうものがあると、その間がやっぱり大事にしないといけない。それは決して工芸とかだけではなくて、歌舞伎であったりとか和芸の落語であったり、どんなことでもその間というものがあると。でその間っていうのは、実際空手とかだったら、突きが届くかとか蹴りが届くかどうかっていうのは自分の間合いなんですけども、工芸品の場合は縁作りであったりとか、木をどの位置に持っていくとか、形の高さ、大きさの調和、そういう意味での間だったんですけど、空手とすごい通じるところがあるなと思って、でもう一つ通じたのはやっぱり基礎を大事にするというところは、工芸に入った時もやっぱり、反復練習っていうわけではないんですけど、僕はたまたま弟子入りさせていただいたところが、お椀の荒振りっていうのを1日に300とか多い時だったら400個っていう数をすごい、させていただいたんですけど、そういうやっぱ基礎があったから、その基礎が今の作品に生かされているんじゃないかなという、僕の中では技術センター行きながら、その土日の休みにうちに工房にまで来て仕事を習いたいっていうその時点でもやる気は感じるわけなので、そこからいろいろ仕事をしてもらって、かなり貪欲にそういう仕事を覚えていった。手抜くことって誰でもできるし、手抜き出したらきりないんです。で自分は親父からそういうふうな仕事じゃなくて、とことん親父がキープしてきたうちの品質っていうかクオリティっていうものを維持しながら、さらにもっと上げていこうとはしてきたわけなんで、うちの工房から出る生地なんだから、俺がやろうが国光のやろうがうちの工房の生地ってことで、その辺はもう徹底したわけなんでね。だから過去に国光の後に何人かそういうね、生徒は来てるんだけど、
そこに答えられる人間っていうのはなかなかいなくて、で普通そういうことを言われた方はかなり負担になると思うんですけど、国光の場合はそこもきちんとこっちのダメ出しに、嫌な顔を一つせず、体で覚える感覚であったりとか、目で寸法を見切る、形を見切る力っていうのが大事になってるんだけど、そこもやっぱり意識してやったのか、その辺は抜群やったんで、自分と同じ仕事をした時の自分との精度であったりスピードの差っていうのが縮まってくる。で、ちょっとやべえなとは思ったんだけど、逆にそのプレッシャーも楽しめるようになったかな。国光がいたおかげで自分にしてみたらすごい刺激になったわけだよね。自分の周りに後輩はもちろんいるんだけど、そこまでプレッシャーを与える後輩がその当時いなかった。おかげでこっちもまた自分自身を磨くことができたんで、国光乗った時間っていうのはやっぱり楽しかったんね、仕事しとって。日本で子どもたちの間で漆のことをあまり知らない子もいる現状なんですけど、これは僕は本当に寂しいことだなと思うし、なんとかしないといけないなって思ってる中、マニアさんがそんな状況があるならばやっぱり日本が誇る伝統文化っていうものを次世代につなげていかないといけないっていうことで、実際に学校に行って、教えてくれとか、またその工房の方に、子どもたちを伺って、漆のことを教えてくれないかっていうような、依頼を受けまして、本当に素晴らしいことだということで賛同させていただいたんですけど、やっぱり子どもたちに、何か魅力であったりとかそういったものを実際に手に取ったことない子たちがいるんで、そういったことを伝えることによって、植栽しても10年15年という月日が経たないと採取できない、時間手間のかかるものですから、やっぱり、子どもたちに漆の魅力、漆文化を伝えていくっていうことは僕は本当に大事なことだと思ってます。自分が生まれた、背景とかそういったものは、知るべきことだと思うので、それがあって今僕がいるわけですからね、そこに立って仕事をしてるっていうのは大事なことかなと思って、見える美しさっていうのは当然あると思うんですけど、やっぱりその背景にある精神性とか、何かそこに惹かれるものがあるというか、何かそこを探したいと思ってるのかもしれないですね。20年前で今の感覚で戻れるんだったら世界中旅して世界各国に行き、その場で録音できるってみたいですね。考えてるだけでね、楽しい
やってみたいですね。何が違うのかわかんないけど、でもなんか考えてるだけで本当ワクワクしますよね。Right, you've seen the movie. Now we have Kunimitsu Takatsuki himself, and also Laura, who's also come from Okayama Prefecture and is going to do the translation today. So would you like to sit at the front? Well, are you going to speak from up here? I'll speak. Good evening. So I think the video has just shown us all a little bit about Kunimitsu Takatsuki, sitting right next to me, both as the creator of Gobara Lacquerware and also as an individual carpenter. As the director of Gobara Lacquerware Hall, Mr. Takatsuki is naturally involved in the promotion and production of Gobara Lacquerware, which has a 600-year-old history, wherein it was not only used at important events like weddings and funerals, but also as simple daily tableware by most families. But as wartime conditions in 1935 began, labour and accessibility to lacquer fell. So at one point in 1945, production actually stopped entirely. And it wasn't until 1989, with local volunteers from the prefecture, that production re-began. So the Urushi, the lacquer that Gobara Lacquerware uses, is Bichu Urushi, after the Bichu region in which it's harvested. In the early 1990s, yearly collection of the lacquer tripled from 1,000 kilograms a year to 3,000. But again, thanks to dam construction that began in 1964, the lacquer plains was flooded, and most of the workers who harvested the lacquer also left the region. And then again in 1994, in order to revive the craft, planting of the lacquer trees began and continues today. So we're going to do a few questions that we've sort of already planned, and after that we'll move on to a Q&A session, so if anyone has anything to ask afterwards, please let us know. Takatsuki-san, ちょっと質問から始めたいと思います。ちょっと質問の前に、Okay. まず大和日中さんでさせてもらえることっていうのにまず感謝を申し上げたいし、また今回協力してくださったスタッフにお礼を言いたい。それと今回映像を作ってくれた野崎 D もう一度皆さんに拍手を送っていただきます。So before questions, Takatsuki-san would just like to thank the Dainichi Foundation for allowing us to hold this event and all the staff who've helped out today. And also a special shout out to Nozaki-san right here, who was the one who just made that incredible video. So if anyone could just give a little bit of that. So another questions. Takatsuki-san, 小原式に携わろうとされたきっかけは何ですか? Why did you start getting interested in lacquerware? 僕の、父親の、友人の方とのご縁で大原式を、復興の立役者である高山正史さんと出会いで生地作りの道に歩むことになりました。After I met Takayama Masahi, who was both his father's friend and the head of Gobara Lacquerware production, he chose to follow the path of a carpenter. When you make Gobara Lacquerware, are there any advantages you gain from Hiruzen's local climate or landscape? 小原式を作る際、ヒルゼンの天候風刺を創作活動に及ぼす利点などがありますか？まず利点という言葉ではとても表現できないです。なぜならヒルゼンじゃないとできないんです。漆の産地っていうのは日本国内にもたくさんあるんですけど、栗の木や、漆、原材料の調達から製作まで一貫しているその地元で行えるのは日本の中でも、ヒルゼンしかないんです。で、現在のヒルゼン産の漆は大原式の全体の過程で
年間政策としては1割程度しか調達できてないんですけど、今将来に向けて行政の方と連携を図って漆の苗木ですねを植栽することを進めているんです。でこうしたヒルゼンの環境や取り組みっていうのは、世界から見てもすごい珍しくてすごい自慢できることだと思っています。So we can't really call them advantages as our lacquerware products are something that can only be made in Hiruzen. There are many areas in Japan that grow lacquer trees, but to have the entire process from harvesting the lacquer, to harvesting the wood, to making the products themselves, all in one lone region is something that only happens in Hiruzen throughout the entirety of Japan. So at the moment, the amount of lacquer made in Hiruzen would only last for about a year. But with cooperation with local city offices and other systems, we're planting more trees for the future, which this kind of system in Hiruzen is rare even worldwide and is quite a source of pride for us. Next question, do you use any older techniques that have been passed on to you or new techniques that you're developing? 先人から受け継いだ技法や新しく試している技法などはありますか？ゴーバラ漆器っていうのはこのヒルゼンに自生する山栗を生木のまま、輪切りにして、年輪の芯を中心にして生地を引くんですけど、これは先人から受け継いだこの技法っていうのは、今も変わることはないんですけど、これは僕が思っていることなんですけど、僕個人の意見ですけど、伝統というものはやっぱり革新の連続である。その革新の連続で、時代によって積み重なっていくものではないかと僕は思ってるんです。でゴーバラ漆器っていうのはだから私の時代でも変化もしますし、これからも伝統工芸品として、ずっと続いていくものだと思ってます。So with Gobara Lacquerware, we use the chestnut trees in the mountains that have grown naturally and cut them horizontally so that the grain focuses on the wood rings, the age rings, which is a technique that hasn't changed as it's been passed down. But for Takatsuki-san, tradition is something that sort of builds up over time and changes with generations and innovations. So he believes that Gobara Lacquerware will change slightly during his generation and in the future. So what are the current status and problems of lacquer in Japan today? 日本の漆器界の現状と課題を教えてください。日本の今の機械っていうのは、国民の生活様式とか、食生活の変化っていうもので、衰退の一途をたどってるんですね。で、これからはやっぱり内需、日本の国内内需だけではなくて、やっぱ海外に目を向けていくことっていうのがすごい僕は大切だと思ってるんです。で、その中に、こうして今回ロンドンで、出展する機会を与えていただき本当に僕は感謝しています。So Japan's lacquer world currently is slightly degrading but falling as Japanese lifestyles and food habits have been changing. So we need to focus on not only domestic demand but demand abroad, which is in that vein. He's also extremely again grateful for this opportunity here in London today. So today they're downstairs actually, but he's bought 3 personal artworks with you. What do you think of when you're making a personal artwork? 本日小原式以外の個人の作品を3点持ちいただいておりますが、これらの作品を作る際の何を思い何を考えているをちょっと教えてください。個人の僕の作品作る時っていうのはまず完成がもうありきで頭の中にあって、それに合う素材を探すっていう場合と、素材そのものに出会って、なんていうかな、それを見てから、形をイメージするっていう両方あります。So he has 2 ways of making a personal piece, where he has the picture of the finished piece in his head and he goes searching for the perfect materials, or he finds the materials that he wants. Well, he just finds the materials and he imagines from them the final product that he wants to create. How do you obtain your materials? 素材はどこから調
調達してますか？はい、岡山県内の、名木店とか、材木市場、そういうところで購入してるんですけど、マニア市内の材料については、地元の方に調達をお願いしたり、もしくは自分でこう調達木を切るということもしています。So he either buys them from choice wood sellers and wood markets in Okayama Prefecture, or if it's trees in Maniwa that he wants, he'll either ask the locals or go and cut them down himself. Can you speak up, please? Oh, sorry. Thanks. So we've got some pictures of a couple of the. Okay. So come in a second. 今回持ってるの作品の素材と樹齢をちょっと教えてください。はい。So he's going to tell us the once it occurs, just the age and the type of wood shape that was used. これは土地の木で、樹齢が大体400年ぐらい。So this is roughly a 400-year-old chestnut tree, horse chestnut tree. これはケヤキで、ちょっとアバウトだけど100年から200年ぐらい。So it's roughly a 100 to 200-year-old Zelkova tree. And then the last one. これはマニア市内の栗の木で、100年の栗の木ですね。So this is a 100-year-old horse chestnut tree from inside Maniwa. Finally, final question. Would you please tell us a little about your future plans and goals? 最後に高月さんの将来像のと目指す活動を教えてください。そうですね。日本の蒔絵なんていうのがヨーロッパでも多分有名だと思うんですけど、その歴史も当然よく知ってくださってると思うんです。ただゴーバラ漆器のような普段じゃなくて日常の使いの器が、海外でも受け入れられてもらうことができるのか、そのためにその国の文化を勉強して、さらにヒルゼンにインバウンドじゃないんですけど、そういったことにも取り組むことによってお互いに交流を深めながら、新しい作品ができていけばいいなと思ってます。So Japan's gold and silver lacquerware is quite well known in Europe, and its history is also very well known. But we want to see if lacquerware products like Gobara Lacquerware that are used every day can also be taken in and used by people in the West. So with that aim, we want to learn more about other countries and create a system where we can have people come to Hiruzen and see how it's made and exchange ideas, and sort of through this exchange create products that will fit my future goals. ありがとうございます。